イエスダンス。監禁場所みたいなとこでお送りしてるんですけど、なんか今実家いるんですけど、俺が答えられないやつは、なんかおばあちゃんに質問してみようかなって。お邪魔。はい。お邪魔。今のが、おばあちゃんなんですけど、インスタの質問箱で募集したので、それを答えたいと思います。LINE のアイコン見して、仲良しこよしなおじいちゃんおばあちゃんですね。はい、LINE のトップ側。結構なんか変えてなくて、で、ホーム画面は、猫です。最近のマイブーム、インスタとかにも出してるんですけど、TikTok とかにも、なんか一眼レフで写真を撮られることが最近のマイブームですね。なんか、めっちゃいいカメラで、被写体として、撮られるのが結構好きなんで、やっぱりこういう表情してるんだとか、撮られないとわかんないっていうか、撮る人にもよるんですけど、めっちゃ親友に撮ってもらったら、そりゃ素の笑顔が出るし、初めましての人に撮られたら、緊張した表情が出るし、みたいな。その人によって多分写真の表情で変わるんで、そういうのを見るのめっちゃ好きですね、最近。撮る人によって、自分の表情が変わる自分を見るのが好き。めっちゃキモいないめっちゃキモいよね。そういうのが好きです。マイブームですね、最近の。シャンプーはコアっていう美容院のシャンプーを使ってて、これっすね。最近聴いてる音楽は、ユニオンっていう日本の曲ですかね。部門で言おうか。結構俺 R&B が好きで、チルいっていうんですかね。それが好きだから、ユニオンじゃなかった。ウイローでした。ウイローっていう日本の曲があるんですけど、ナルシシズムっていう曲がめちゃ好きですね。で、海外の人は、トム・ミスチーみたいな曲聴いてます。洋楽。で、洋楽っていうのかな。東京来て一番プラスだったのは、東京に来たことかな。本当は俺、ずっと大阪に住んでたんですけど、大阪にいてもよかったんですよ。人生的に長い目で見て、なんか変わんのかなみたいな。めっちゃ思って、東京来たんですけど、東京に来たっていう事実が一番プラスですかね。出た。好きなタイプな女の子は、知的な低身長ボブ。恋人と別れてからどれくらい間空けて新しい人に行きますか？次の日とか3日後とかでもいいんじゃない？なんか狙って開ける必要はないと思うんで、本当にその人にもう未練もなく、みたいな。もう自分にダメージがないのであれば、別になんか次の日とかでもいいと思いますよ。俺はね、開けたら周りに認めてくれるだろうっていうので開けてるやん、どうせ。ちょっと反省してるね、みたいな。ちょっと開けてるから、これぐらいに行ったらいいでしょうってタイミング測ってる方が、ちょっと嫌かな、みたいな。で、逆に別れた人が、なんか3日後とかに新しい人行っても、もう別れる前から自分に気持ちなかったんだろうなって思えるし、だから自分の気持ちが吹っ切れてたら、次の日でもいいんじゃない？日本のアイドルでかっこいいと思う人いますか？そのかっこいいが何かによるんですけど、その顔っていうのであればみんなかっこいいやん。それアイドルだし、テレビに出てる人なんてみんなかっこいいです、顔なんていうものは。だけど、スター性とか、特技がめちゃくちゃあるとか、人に好かれる能力とか、そういう部分でかっこいいってまとめてかっこいいって言うんだったら、平野翔かな。何もしなくてもできちゃうみたいな。平野翔か手越優也ですね。手越優也俺めっちゃ好きで、昔。こいつ、本物やな、みたいな。思ってました、ずっと。何をしても、顔はかっこいいのも当たり前なんですけど、その当たり前の中に、これもできる、これもできる、これもできるみたいな。それ、すごいなってずっと思ってました。手越優也様。めっちゃ買いたい服があったとして何円までなら出せますか？これは、割れ方キモ。めっちゃ買いたい服があったとして、値段ではなく、値段もそうなんですけど、結局誰から買いたいかみたいなところあるじゃないですか、正直。人ですね。なんやろな、値段ではないって言ったらそれまでなんですけど、例えば、白シャツを買うとするじゃないですか。夏1枚でも着れる。はい。で、冬になったら、そのインナーとしても着れる。腰にも巻ける。で、ここにも、かけれる。とか、一つのアイテムで、春夏秋冬いけるわけですよ。どんぐらいの場面で使えるかとかで結構考えるんで、割と出せますね。
うわ、なんぼやろうな。その汎用性が高ければ高いほど値段は出せるって感じかな。白シャツの3万と、虹色のスニーカー3万。どっち買うっつったら、3万の白シャツじゃない。だって、虹色の靴なんて汎用性あんまないやん。葬儀で使えるかって言ったら使えない。でも白シャツは使える。男子受けが悪いのって本当ですか？知らないんですけど、そんなのは。まあなんかその受けが悪いとか、受けがいいとかで、考えてる時点で、受けは悪いですね。自分がパーマを気に入ってるんだったら、それを貫けばいいんですよ、そういうのって。パーマしてる自分が一番可愛いと思えば、受けは良くなると思います。ロールモデルは何ですか？ロールモデルは、まあ本当にいなくて、まあ俺よく言うんですけど、まあ推しに推しがいたら嫌じゃないですか。例えば、めっちゃ K-POP アイドルのやつが、なんちゃらちゃん可愛いって言ってる推し見るの嫌じゃない？だから俺結構嫌なんですよね。俺がその推す側だったら。画面上でロールモデルいないって言ってるんではなく、本当にいなくて。自分の人生を生きるだけですね。好きなジャニーズ教えて、渋垣隊。指定校ですか？指定校ですかってことなんですけど、まあ、僕指定校なんですよね。大学4年後期中退っていう肩書きを持ってるんですけど、本当に申し訳ないですけど、これって俺指定校で入学したから、その、担任の先生には指定校なんだからやめるなよみたいな、退学とか悪さとかをすると、その、高校に指定校先生が来なくなるから、行くんだったらちゃんと卒業して、俺らの高校に、その、悪影響もなしで、この学校から指定校として送った恥じない行動をしなさいみたいな言われるんですよ。みんなの前、教託の前で。だけど本当にこれだけは申し訳ないですね。やめちゃったんで。実家帰ってる時に高校行って謝ろうと思ったんですよ。指定校で中退してごめんなさい、本当に申し訳ないですって言おうとしたんですけど、先生がなんか部活の遠征行ってて、いなかったんで。言えなかったです。だから今度、まあ年末帰ってきた時に謝りたいなって思います。これ感動したなっていう経験、体験を知りたい。やっぱり、海外に行くことですかね、本当に。もう旅行先に行ったらさ、自分、助けてくれるのっていないじゃないですか。もう本当になんか、世界が一からみたいな。毎回 RPG っすよ。どっかの街に繰り出されて、まあ何をするかっていうのが、まあ一番体験とか経験、つながってるかなと思います。だから旅行に行くことってマジで、いい体験だなっていう。行ったら毎回思います。でも行くまでがしんどい。風呂と一緒。ラブラブなカップルみたいな彼女。どっち？これ言った後に女の人と会うの来ませんですよね、普通に。だから、まあ、どっちもっす。もう友達みたいに仲良くもできる。で、ラブラブな時もある。みたいな、バランスが55でお願いします。どっち派かって決めるのむずいな。だからまあまあ。ハーフ&ハーフぐらいですかね。生まれ変わるとしたら自分になりたい、それとも他人。これはみんなにも聞きたいかもしれないですね。ルッキズム社会って言われてるじゃないですか。まあ、外見至上主義みたいな、結構言われてるんですけど。まあ僕は、自分っすね、結構。まあどんな自分でも結局自分のこと好きだと思うし、コンプレックスがあったとしても、めちゃくちゃ完璧であっても、多分自分が好きだと思います。俺はね、生まれ変わってもまあ自分になりたいですね。結局人ってないものねだりだし、どんな人間に生まれても、ある程度の努力とか、ある程度何かしないといけないってなったら、自分かな。エクステつけてからのモチベとか変化ってありますか？俺エクステつけてるんですよ。お前も縛ってて。なんかエクステつけてたり、髪色変えたり、髪型変えたりするじゃないですか。僕は結構カメラで撮られる時があるんですよ、写真でね、自分を。だからそういう時に、やっぱその変化を見るんがめっちゃ楽しくて、ちょっとずつ自分を変えていって、進化してるなっていうのを、感じる、その変化、ありますね、やっぱり。エクステつけたから、こう見られる方がいいよね、みたいな。こういうことできるよね、こういうファッションできるよね、みたいな。考えながら、進化するっていうそういうのが結構好きですね、俺は。怖すぎ。実家ってこうなんですよ。ゲリラで来るからちょっと怖いですよね。なんか、質問お母さんへの。青葉くんは、なぜイケメンなのか。青葉くんがはい。イケメンなのかはい。思い込んでいるだけ。
まあ周りがあがめてる。違う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 、己の思い込み。そうでもないよ。思い込みってラッキーやな。じゃあ思い込み勘違い、これでイケメン具合がやっぱ違ってくるです。これでイケメン具合が変わってくるのではないかなっていうのは思いますね。人生をハッピーにする一言は、都合の悪いことは見ない、聞かない、話さない。いろいろと考えすぎちゃう性格なんですけど、どういうマインドで生きればいいのでしょうか。僕は YouTube とか SNS やってるんですけど、こうやって自分の考えとかそういうのを発信するっていうのを、第一で考えてるんですけど、結構、いいものはいいって認めることですかね。お前にできて自分にできないことってやっぱ悔しいじゃないですか。それはやっぱ認めることってめっちゃ大事だと思うんで。あとこれ内緒なんですけど、結構思うのは、こっちの畑は俺が一人で自由にやるから、お前の畑は自由にどうぞっていうマインドです。正直。これわかります？別にこっちは自信があるから一人でやっとくよっていうマインド。自分がやりたいことすべてが自分の戦場にしたらダメなんですよ。この畑では俺が1位だから、そっちの畑では自由にどうぞっていうマインドが大事だと思います。とても。どうぞ自由にしてっていうのがないと、全部で戦うと1位になれないです。で、昔は俺も全ての畑を荒らしに行ってました。だって自分が圧倒的1位になれる場所がないから、やばいっていろんな畑荒らしまくってたんですけど、戦場すべてがお前の戦う場所ではないっていうマインド。アバクは何をモットーに生きてますか？これも一緒っすね、さっきと。こっちはこっちで頑張るから、そっちはそっちで頑張りなっていうモットー。最近の MBTI は、なんか結構新しくなってからもう一回やり直したんですけど、ENFPA です。ENFP っぽいんですけど、動画では。なんだろう、実際会うとなんかちょっと違うのかなって思います。っていうのを言われて友達から、ENFP だけど、ちょっと違う時もあるよね、みたいな。だからちょっと自分がわかんないんで、はい。だから、被写体に撮られるようにしてます。マイブーム込み、自分を撮られること。譲れないこだわりはありますかって、僕、こだわりだらけで、生きにくい人間だったんだなって思うんですけど、こだわりもあって、譲れないのもあって、プライドも高いっていう、はい、人間として一番最悪な3つを持ってるんですよ、僕って。はい。譲れないのは、自分の好きなものへの感覚。これはいいと思っている。これはよく見えない。っていう感覚は譲れないですね。ローソンのコーヒーの濃さはいつも何にしてますか？ローソンのコーヒーってさ、セブンファイマと違って、濃さを選べるようになったじゃないですか。軽め、濃さ、普通って。俺ローソンのコーヒーめっちゃ好きなんですけど、カフェラテを飲むときは濃いめです。で、アイスコーヒーを飲むときは軽めです。アメリカーノが好きで、アイスアメリカーノ。水とエスプレッソを混ぜたコーヒーなんですけど、だからアイスコーヒー飲むときは軽めです。よろぶん。服を買うときに考えることは、青葉っぽいか青葉っぽくないかって言うんですけど、いつも。やっぱ何を着ても、その人色っていうのが出る人って出るじゃないですか。例えば、ユニクロの白シャツなのに、この人が着ると、その人の色に染まってんな、みたいな。ユニクロのシャツなのに、みたいな、自分のキャラを知った上で買うっていうの大事かもしれないです。同じ服でも、自分が着たら、着こなしが違う、みたいな、そういう違和感ってあるじゃないですか。それを埋めるか埋めないかみたいなとこはありますね。男ってモテる調子に乗るって本当ですか？はい、そうだと思います。だから、僕はもう春夏秋冬調子乗ってますね。服買う時の決め手って何ですか？服買う時の決め手は、青葉っぽいかって言ったんですけど、デザインと、値段とか、結構人。めちゃくちゃ、キモいオーナーから買いたいかって言ったら買いたくないじゃないですか。今の時代は結構人かなって僕思うんで、唯一無二になるには、唯一無二になるにはって、それ唯一無二を目指してる時点でもう唯一無二ではないんですよね。それって周りが評価してくれるものじゃないですか。君が作るものは素晴らしいよっていうのは、周りが言い出すことなんで、だから周りを納得させる力っていうのが唯一無二に繋がってんのかなっていうのは思いますね。結構ね。俺は結構
自分しかない特技を持ってるっていうので、俺は唯一無二だなと思いますけどね。みんなのこと。ネットに出てる人たちもそうだし、何か活動してる人とかも、自分が好きなことを本気でやってるっていう時点で、もう俺はその唯一無二だなっていうのは思いますね、結構。ファッションのこだわり。同じアイテムでも、友達が着るのと自分が着るのでは、違う表情で着たいなっていうこだわりがありますね。納豆こんにゃく。デコバーの質問が、うん。おばあちゃんはお米派ですか、パン派ですか？糖質抜きのご飯です。糖質ゼロ麺。あれは外科でそうなかったから、二度と買わん。糖質ゼロ、美味しくないよな。糖質ゼロの麺食べたけど、うんあれは二度と食べない。美味しくない。うん。確かに。うんおばあちゃんの得意料理は何ですか？ないな。ない。早いな。何でも作れるけど、うん。得意じゃありません。はい、次は何ですか？おばあちゃんはイエベですか、ブルベですか？イエベですか、ブルベですか？何それ？なんて言えばいいんやろな。肌の色。多く。青葉の魅力は何ですか？青くは幼いところよ。それが魅力。孫の大学中退はどう思いますか？もっと早せんけんバカ。もっと早くした方がいい、中退は。卒業じゃなくて、ってことね。もうやめれた、早くやめと。生きていくうちに大切にしてるものありますかと。笑顔。いいことよ。いいこと。愛想を振りまくことよ。でも愛想振りまいても、でも余計な人がついてくるやろ。それもいけんわ。振りまきすぎても。男の子に好かれる秘訣を教えてくださいと。男には好かれ。男に好かれ。早っ。やっぱおばあちゃんの MBTI を聞かれるな。英語4文字を。ABC とって。ABC。ABC3 文字だし、ほんで。という感じで終わりたいと思います。という感じで、早は平和です。はい。じゃあなー。おー、来た。おー、戻るんかい。うわー、どこ行った。一回戻って。